皆さんこんにちは。マイクロソフトの寺です。今日はマイクロソフトビルドオープン JDK をコンテナ環境で利用する際のベストプラクティスについてご紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、簡単に自己紹介をさせていただきます。私はですね、マイクロソフトコーポレーションでクラウドアドボケートの方を務めております、寺田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、いろんなお話をさせていただくわけなんですけれども、その前にですね、まず一つ、最近のマイクロソフトにおけるですね、アップデートをですね、一つだけお届けしたいなと思います。なんとですね、マイクロソフトがですね、JCP のエグゼクティブコミッターの方にですね、投票で選ばれたということでですね、今年の11月の29日から約2年間ですね、マイクロソフトが JCP のエグゼクティブコミッターとして活動をしてまいります。ですんで、マイクロソフトはですね、これからももっともっとですね、Java に対して貢献をしていきたいなと思っておりますし、いろんな形でですね、Java の方にフィードバックの方もしていきたいなというふうに思っております。引き続きですね、マイクロソフトの Java における活動をですね、ぜひ皆様ウォッチしておいていただけると嬉しいなと思います。それではですね、早速今日の本題の方に入っていきたいと思います。今日のアジェンダでございますけれども、今日はですね、こういった流れでですね、一応やっていきたいなというふうに思ってます。コンテナ環境でですね、マイクロソフトビルドオープン JDK を活用していく際のですね、ベストプラクティスであったりだとか、実際に私がハマったようなポイントとかもですね、今日はご紹介していきたいなと思っておりますので、どうぞお楽しみにしておいてください。いくつかはですね、マイクロソフトビルドオープン JDK でなくてもですね、活用できる部分もあるかなと思いますので、ぜひですね、この後楽しみにしておいていただけると嬉しいなと思います。ではですね、早速でございますけれども、まず、マイクロソフトビルドオープン JDK でございますが、こちらはですね、去年の5月にリリースされて、もうかれこれ1年以上、1年半ぐらい経つわけなんですけれども、こちらもですね、いろんな方にお使いいただいてます。これ、社内でもですね、非常に多くの Java 系のシステムでこちらが使われておりますし、Azure 上でですね、Java のサービスを提供していただく際には、こういった Microsoft Build OpenJDK をご活用いただいているお客様も多くいらっしゃいます。で、こちらをですね、簡単にだけちょっと振り返っていきたいと思うんですけれども、Microsoft Build OpenJDK は、先ほど申し上げましたように、去年の5月にリリースされております。で、元のベースとなるものは、もう本当に標準の OpenJDK でございます。で、ちゃんとですね、互換性テストにも通しておりますので、安心してご活用いただけます。で、一部ですね、Microsoft Build OpenJDK は、標準の OpenJDK に対して拡張を行っております。例えば、新しい証明書の方もちゃんと使いたいということで、そういったものが含まれていたりだとか、またそれ以外にもですね、エクスペリメンタルな機能としていくつか機能入っているんですけれども、ただ、これはですね、独自のマイクロソフトが拡張をしていくとか、そういったわけではございませんで、ちゃんとですね、ライセンス、オープンソースのライセンス、GPLv2 に基づいてですね、こちらのマイクロソフトの方で修正をした内容というのは、本家の OpenJDK の方にもちゃんとフィードバックをしておりますし、実際にプルリクエストを送って、本体の方にも入れていただきたいというような活動をやっておりますので、どうぞご安心ください。でですね、Microsoft Build OpenJDK なんですけれども、いくつかのバージョンとか、アーキテクチャ用に出しているわけなんですけれども、代表的なのが X64 系と、あと ARM 系のチップセット上で動かす。こういったその OpenJDK を提供しております。で、実際にですね、サポートを提供しておりますのは11と17のバージョンでございます。一部でですね、8のバージョンも作ってはいるんですけれども、基本的には、Adaptium の方をご利用いただくというような形になっております。で、こちらはですね、Microsoft Build OpenJDK のサイトからダウンロードをしてお使いいただくことができます。ライセンス的にもですね、先ほど申し上げましたように GPLv2 プラスクラスパスエクセプションのライセンスでお使いいただきますので、ローカルの開発環境から本番の環境までですね、どのような環境でも無料でご利用いただくことができます。ただし、サポートの方が必要というお客様につきましては、Azure 環境でご利用いただいている場合につきましては、無料でですね、サポートの方を提供させていただいています。実際に何か不具合があった場合には、Azure のポータルの画面上からですね、
問い合わせをしていただくことができるようになっております。ではですね、この Microsoft Build OpenJDK をですね、コンテナ環境の方で使っていきたいなというふうに思っているんですけれども、じゃあコンテナ化をしていきましょうというところなんですけれども、こちらもですね、Microsoft Build OpenJDK を含んだコンテナのイメージを我々はいくつか提供しております。で、こちらもですね、実際にこの URL からですね、ご参照いただくことができるようになっているんですけれども、上から Ubuntu、あと CBL Mariner 2.0、1.0、あと CBL Mariner 2のディストリビューションレスバージョンというような形になっております。これですね、わかりやすいように大中、あと非推奨小というふうに書いているんですけれども、まずですね、非推奨のところから触れていきたいと思います。CBL の Mariner 1.0というのはですね、ちょっと古いバージョンになっているんですね。ですので、今後もうこちらはですね、使われなくなってまいりますので、これからお使いいただく際には、こちらはですね、使わないで他のイメージをお使いいただけると嬉しいなと思います。あと、それ以外に CBL Mariner 2と、あと Distribution Less、あと、Ubuntu があるんですけれども、これはですね、もう場合によって皆様のニーズに応じてですね、使い分けをしていただくことができるようになっています。具体的には開発環境とかですね、そういった環境では Ubuntu のバージョンをお使いいただいて、いろいろ試していただくことができますし、やっぱ本番環境になっていくとですね、より小さいイメージで作っていきたい。で、よりセキュアにやっていきたいといったような場合にはですね、下側の CBL Mariner 2.0 と、もしくは Distribution Less っていう風に、こちらをお使い分けいただくことができるようになってます。で、具体的にですね、これどのぐらいのイメージのサイズの差があるのかというのを、実際これ、私が本当つい先日、もうこれですね、最新の情報だと思っていただいて結構ですけれども、最新のイメージをプルした際のイメージのサイズの比較を行いました。そうするとですね、こういった違いがあります。やっぱりですね、Ubuntu のイメージというのはやっぱでかくって、で、CBL Mariner の2.0、あと、ディストロレスですね、のバージョン、こちらの方がやはり小さくなっているわけなんですけれども、本番環境とかでより小さいイメージで作りたいといったような場合には、ディストロレスバージョンというものをご利用いただくのがいいんじゃないかなと思います。で、じゃあまずこのですね、MS Build OpenJDK の Java の17のディストロレスのバージョンを使ってですね、コンテナのイメージを作っていきたいと思います。まあですね、こちらを利用する際、やっぱりね、自分自身のアプリケーションをデプロイする際には Docker ファイルを書いてデプロイをしていくわけなんですけれども、まずですね、私こういった Docker ファイルを作りました。で、これもう一般的なものですね。ベースのイメージが Microsoft の先ほど言った DistroRefs の17のバージョンでですね、ランゲージとかタイムゾーンを指定して、あと、自分が作った成果物、jar のファイルを app.jar という名前に置き換えて、これを起動をしているというような形ですね。で、ちゃんと Java のオプションもですね、コンテナ環境上でちゃんと動かすために必要なオプションを指定して動かしているわけなんですけれども、じゃあ皆様、ここで質問です。この Microsoft Build OpenJDK を利用したイメージなんですけれども、これは動くでしょうか？動かないでしょうか？本当でしたらですね、皆様と直接お会いしていれば直接お伺いするところなんですけども、今日はオンラインなので、実際にすぐお答えを申し上げますけれども、これですね、ビルドは通るんです。Microsoft、Docker ビルドで先ほどのイメージをですね、実際にビルドをしていただくことはできるんですが、なんとですね、これ、Docker Run をするとですね、これエラーになってしまうんですね。これ、なぜだかわかりますか？ちゃんとね、ここのエラーメッセージをご覧いただければ、もうお分かりいただけるんですけれども、なんとですね、エラーの発生理由はここなんです。この行なんです。ユーザーで Java Users っていうのを指定したら、こんなユーザーないよっていうのでですね、実際に Docker の Run をしようと思うと動かなくなってしまうんですね。で、これおかしいなって皆様思いません？通常だったらこれもう本当に普通にできることじゃないですか。で、これはですね、なぜかというと、このベースのイメージとして使っているものをちゃんと理解をしてくださいというところなんですね。まず1点目が。で、それどういったことかと言いますと、ベースのイメージとしてですね、
マイクロソフトがセキュアに、またローバストにですね、お使いいただくためにですね、Linux の非常に軽量なイメージを作ってます。こちらにね、実際にいくつかサイズの方も表示してますけれども、このですね、CBL Mariner のイメージを Microsoft Build OpenJDK の方では利用しておりまして、ですんで、ある程度ですね、この CBL Mariner のことをちゃんと理解しておかないとですね、これちゃんと使いこなせないというようなところがあります。ではですね、なんで先ほどのですね、ユーザーで Java Users って書いたのが動かなかったのかというと、これはですね、本当にこの CBL Mariner というイメージはですね、本当に軽量化するところ、あとセキュアに提供することを一生懸命考えまして、もういろんなコマンドを取り除いているわけなんですね。で、具体的にじゃあこの CBL マリナ、特にリストロレスのバージョンのところで入っている実行コマンドですね。どんなものがあるのかっていうのを抜き出しました。ちゃんと調べて抜き出しました。そうするとですね、スラビンというディレクトリの配下、もしくはユーザービンの中に入っているコマンドというのは、たったこれだけなんですね。スラ S ビンには何も入っていないです。つまり、ここにございますように、ユーザーアドコマンドも、グループアドコマンドも、もちろんチェンジオーナーコマンドとかも、もう一切入っていないんですね。これバッシュも入ってないです。シェルも入っていないんで、そもそももうログインすることすらこのイメージではできません。ただ、考えてください。ユーザーで Java ユーザーって書いてるのは、なんで書いたかっていうと、これはですね、Docker のイメージを作る際のベストプラクティスにはなってるわけなんですね。ノンルートユーザーでちゃんと動かしましょうと。ルートで動かすと、その一番下側の方で動いているものに対しても悪影響を及ぼす可能性があるので、ですんで、ノンルートユーザーで動かしましょうというのが一つ目のプラクティスとしてあるかと思います。ですんで、一般ユーザーでこれ動かしたいなと思うわけなんですけれども、これじゃあどうやってやればいいのかをこれからご紹介したいと思います。それがですね、実際こちらなんですけれども、マルチステージビルドでですね、ユーザーを追加していただくのをお勧めしております。まずですね、こちら、ステージ1のところで、こちらはマリナのベースのコアというイメージを使ってですね、ここでですね、tdnf というコマンドを使ってパッケージをインストールすることができるんですけれども、これでですね、ShadowUtil のライブラリをインストールしていただきますと、グループアドとかユーザーアドのコマンドが使えるようになります。ですので、こちらのインストールをした状況でですね、グループを追加したりだとか、ユーザーを追加をして、で、そこで作成をしたパスワードとグループのファイルをですね、それをですね、本番環境用のイメージにコピーをしてやります。実際にはこちらのコピーの部分ですね。こちらの部分でコピーをしてやることによって、パスワードの中に Java Users とかが追加されてますので、Java Users として起動できるようになります。これですね、実際に動かしてみたいと思います。私のですね、今回扱うものは GitHub の方にも提供しておりますので、実際にですね、こちらの方を皆様もお試しいただくことができます。ではですね、まずこの一番最初ですね。ごめんなさいね。これバージョン1というものを作りますと。で、そうするとですね、ここで先ほどのリストロレスのバージョンに対してですね、ソースコードをビルドをして、そこに対してイメージをプッシュするというようなところになってます。で、これでですね、Docker のイメージ図というふうにやると、今ここで 1.0 というものができましたね。ですんで、こちらを実際にまず動かしてみたいと思います。Docker の run の8080の8080ので、こちらの1ですね。で、ご覧ください。これが最初の状況ですね。先ほど言ったように Java のユーザーズがないですよというような話になってます。ですんで、こちらをですね、今度、このマルチステージビルド。こちらのマルチステージビルドを使ってですね、ビルドをしてみたいと思います。で、これを実行する際には、今、1っていうものを参照してますので、2っていうものを参照して、実行してみたいと思いますね。で、次に、ローカルテストの1の、イメージの2番というものをこれ作りたいと思います。
で、今ね、これご覧いただいてて、皆様ちょっと不思議に思うかなと思うんですけど、ビルドサクセスとかって書いてるじゃないですか。これシェルスクリプトを動かすとですね、実際には、ここのですね、プライベートのファイナルスタティックのこのバージョンというものの、このバージョン番号をちょっとスクリプトの中で自動的に書き換えるようにしてるんですね。ですんで、毎回毎回そのソースコードが違うものが出来上がるっていうのをご覧いただけるかなと思います。では、今、こちらご覧いただきましたように、マルチステージビルドを使ってですね、こちらでユーザーを追加をして、で、それをコピーをしてっていうものを動かしてみたいと思います。Docker Images で Docker のこちらですね。を Docker の、run で、-p の、8080の8080の t の、こちらで2っていうのを動かします。そうすると、これで動かしましたと。で、見てください。ご覧ください。これね、ちゃんとルートではなくって Java のユーザーズっていうので動いてますよというのが、これご覧いただけます。で、実際にこちらを確認いたしますと、こちらは2番目ですよというのが今表示されています。で、コンソールを見るとですね、これ、それ以外に実際に今システムの中で動いているプロセスであったりだとか、この中に入っているイメージっていうものをちょっと調べるようなものを内部的に実装しています。こちらでですね、ソースコード内でちょっとね、こうやって実装していますので、今コンソールにそういったものが出ているんですけれども、こういった形でですね、動かしていただくことができるようになります。ね、これでユーザーを追加して動かすことができるようになります。ただしですね、このステップ2の問題なんですけれども、これね、イメージサイズがちょっとでかいんですよ、やっぱり。これご覧いただきますと、Docker のイメージ図とやりますと、これ352メガになってますね。ですんで、ちょっとなんか、コンテナのイメージとしてはちょっとでかいかなっていうふうに思われるかと思います。で、もう一つのね、Docker のベストプラクティスとして、コンテナのイメージはもう極力小さく作ってくださいねっていうのがあります。これね、実際にこの Docker のサイトにも書かれています。これね、なぜ小さくイメージを作らないといけないかと言いますと、これね、やっぱり小さなイメージを作っておくと、コンテナのプッシュとかプル、コンテナのレジストリにプッシュをしたりだとか、もしくは実際にですね、動かす環境にプルをする際、ここでですね、小さいイメージの方が早く移動できる。ね。ということで、できるだけ小さくしといた方がいいっていうことなんですけれども、じゃあ、今、先ほどご覧いただいたこのイメージは、我々がマイクロソフトで標準で提供している JDK を使うと、このぐらいにもうなってしまいます。これがもう本当に最小です。でも、これをもっと小さくしたいということであれば、これどうしないといけないのかというとですね、これね、実は裏側をご紹介いたしますと、これね、ディストロレスのベースの方を使ってるんですよ。実際には。で、もともとは27メガのイメージなんだけれども、352メガになってるのはなぜかというと、JDK そのものがでかいんですよ。実際にですね、どのぐらいやっぱり JDK ってでかいのかっていうとですね、例えばですよ、OpenJDK 2つのバージョンをダウンロードしてきてるわけなんですけれども、これアルパイン版と Mac 版の Microsoft Build OpenJDK ダウンロードしてるんですけども、これアーカイブされた状況でももう190メガ、170メガっていうことなので、これもう展開したらドーンともっと増えますよね。ですんで、実際にこれも JDK 自身がですね、すごいどでかいんですよ。ですんで、ここをなんとか小さくしないといけないということで出てくるのが、小さな、コンテナのイメージを作成する上で、本当に重要になってくるのが、JLink コマンドを使ったカスタム JRE を作るというところですね。これがもう非常に重要になってきます。で、皆さんはじゃあ実際にどうやってこの小さいカスタムの JRE、Java の実行環境を作るのかというとですね、こちらご覧ください。これはスプリングブートのアプリケーションを動かすために必要なカスタムの JRE を作っているわけなんですけれども、こういったようにですね、自分が作ったスプリングのアプリケーション
をですね、展開をして、その中で必要なライブラリーとかをですね、ちゃんと読み込ませて、それをもとにですね、この depth.info というものを作成いたします。で、この中に、必要なモジュールをですね、含んでおりますので、これをもとに JLink コマンドの中でですね、一覧を読み込んでカスタムの JRE を作るというような形になってます。これスプリングブートの場合、ちゃんとこういうふうに書いてくださいね。そうしないと、実際にスプリングブートのですね、この辺だけをですね、簡単にしてしまうと、必要なモジュールが全部含まれてないので、いざ動かそうと思うと、動かせないみたいなこともありますので、ちゃんとこういう風にして書いてください。そうすると、だいたいね、56メガぐらいの JRE が作成できます。ですんで、じゃあ、この方法を利用して、コンテナのイメージを作りましょうということになるわけなんですけれども、じゃあ、これもですね、もう、マルチステージビルド、Docker のマルチステージビルドを使って、で、この中でですね、JDeps コマンドとか JLink コマンドを使って、で、さらに先ほどのね、ユーザーアドとかをして、で、その作ったイメージをもとにですね、自分の本番環境上用のイメージを作るとですね、そうすると非常に小さなイメージを作ることができるようになります。じゃあ、これもですね、実際に動かしてみたいと思います。よいしょ。リプトの今、これで実行をいたしますと。じゃあ、これでコマンドを実行してですね、自分自身のカスタムの GRE を作ってみたいと思います。これ今、ソースコードが、今また、これでですね、ソースコードの Hello バージョン。これも1に変わってますよね。ですので、毎回シェルスクリプトの中でここのバージョンが変わっています。で、実際にビルドが終わったら、必要なものをダウンロードをしてきて、で、今、ユーザーアドとかをする部分と、あと、ここの下側の方で JDeps コマンド、先ほどやりましたね。で、ここで CDS とかも使っているんですけれども、こういった形でですね、今、作りましたと。で、今、コンテナのレジストリまでプッシュをしたというような形になります。これで Docker のイメージの方を見てみたいと思います。そうするとですね、今作ったのがこちらになりますので、今度こちらを動かしてみたいと思います。で、Docker の run の-p の同じように8080の -it の字ですね。で、これも、同じアプリケーションですので、これでビッて実行すると、今、また1に変わりましたけれども、こういった形になります。で、ここで何が重要かというと、こちらをご覧いただきますと、先ほどちょっとね、資料には110何メガって書きましたけども、今回ちょっと他にもちょっと実装したものがあるんで、実際には138メガに今なってますけれども、でもこれでも小さいイメージ、352メガに比べて、やっぱりカスタムの JRE を作ると小さいイメージができるようになりました。こういった形でですね、小さいイメージをお作りいただいて、お使いいただくのがいいかなと思います。じゃあ今、これ2つ作ったわけじゃないですか。でっかいバージョンと小さいバージョン。これをですね、今度どうするのかというとですね、今度はこれを Kubernetes の環境にデプロイをしていきたいと思います。で、Kubernetes の環境なんですけれども、実際にはですね、今回私は Kubernetes をベースとした Azure Container Apps という環境にデプロイをしています。で、実際にですね、まず、ここにね、簡単に作れるシェルスクリプトなんかも用意しておりますので、これを実行していただくとですね、Azure の Container Apps の環境とかも簡単にお作りいただくことができますので、ぜひお試しいただきたいんですけれども、その際にはですね、こちらのカスタマイズをする際には、こちらにコンフィグ系を書いてますので、このコンフィグ0のところでですね、自分専用のコンフィグを書いていただいてですね、で、その後でもう1から6までをどんどん実行していただければ、コンテナの実行環境を作っていただくことができるようになってます。具体的に、これが環境設定ですね。どこにリソースグループを作るのかとか、あとどこにインストールをするのかとか、ログアナリティクスの名前は何にするのか、アプリケーションはどういう名前にするのかとかですね、自分がデプロイをするコンテナレジストリの名前とか
ですね。こういったものを設定していただくとですね、今これでですね、リソースグループが今出来上がってるかと思います。実際にはこれリフレッシュをいたしますと、これ Java コンテナ Apps という環境に今ログのアナリティクスと、あとアップのエンバイロメントというものが作ってます。ですんで、これでですね、あとは2番で、例えば1っていう風に実行していただくと、ここにですね、Azure Container Apps にですね、自分が作った Docker のイメージをデプロイしていただくことができます。で、その後にですね、ログを確認をして、どのくらい時間がかかってるのかっていうのを実際に私調べたんですね。で、実際に調べたところ、先ほどのね、130メガと、あと350メガのやつを調べたら、どのぐらい時間に差が出たかっていうと、やっぱりですね、これ一番最初作った時なんですけれども、ご覧ください。やっぱり小さいイメージの方が先ほど言ったように、コンテナのプッシュとかプルの方に時間がかからなくなるんで早いですよということで、実際にプルをした時間もこんだけ変わるということで、やっぱね、ネットワーク上をコンテナのイメージっていうのは流れていくので、やっぱり小さいイメージを作るっていうのは非常に重要だなっていうことがお分かりいただけるかと思います。で、ここでですね、安心するのはね、実は早くてですね、先ほどね、新規の作成時にはああいう状況でした。ですけれども、じゃあ修正をして更新をしたらどうなるのかっていうのを次に確認してみました。で、これはですね、実は本当にね、私のミスを、本当にバカなミスを皆様に単にご紹介するだけなんですけれども、ご覧ください。これ、びっくりしたんですよ。あれって、確かに新規作成時には、ね、小さいイメージの方が早いんだけれども、これ更新をしていくと、あれ普通の OpenJDK の方が早くないなんでだろうっていうのを僕はもう本当に不思議に悩んだわけなんですけれども、これ、最初はね、使用上の問題なのかなもしくは Docker ファイルのもう記述の問題なのかなもう本当にいろいろ考えました。で、結論から言うと、僕の Docker ファイルの書き方のもうミスなんですけれども、最初はカスタム JRE を僕ね、毎回作成していて、それがやっぱキャッシュに載ってなくって、カスタム JRE のレイヤーの部分が大きいから、だから、それを毎回プッシュするのが大きくなってるのかなっていうふうに思っていたんですね。でも、実際にはですね、ここだったんですよ。ご覧ください。Docker ファイルの中でコピーをしているところがあるんですけれども、上側と下側、何が違うかというと、成果物を先にコピーしてるんですよ。で、後でカスタム JRE をコピーしているんですね。で、一方で下側はカスタム JRE をコピーをして、成果物の方をコピーをしているというようなところ。もうこれだけなんですね。で、どういうことを言いたいかというと、本来はね、先ほどの jar の app.jar って書いてましたけれども、成果物の部分だけを一番下側に書いてやることで、そこの部分だけが更新されるので、小さいイメージになるわけなんですね。で、先ほどのディストロレスの標準の OpenJDK のところは、もう一番下側に成果物をコピーする部分を書いていたんですね。ですので、成果物の変わった部分、だいたい17メガぐらいなんですけれども、毎回17メガのコピーになるんで、早くなっていたわけなんですけれども、でも、あそこの1行書き間違えるだけで、カスタムの JRE56 メガ分も加えてプッシュプルをしていたわけなんですね。ですので、そこの部分が実際にこんだけ大きな差になっていたということで、あそこの行をちゃんと戻してですね、やることで、同じようにですね、標準 JDK と同じように早くプッシュプルができるようになったということで、これね、本当にもう私のもう単なる書き間違いのミスではあるんですけれども、単にイメージを小さくをして喜んでいてはダメですよと。実際には更新の部分っていうのは、差分のコンテナのレイヤーの部分だけがプッシュプルされるようになるんで、そこが小さい方が、実は短い時間で更新ができるっていうことがお分かりいただけるかなと思います。でもね、これね、僕勘違いしていたからこそ、
なんですけれども、いろいろ作ったりもしたんですね。改善をするために考えたり作ったりしたんですね。その際に、このね、勘違いだからこそ出来上がったのがあるわけなんですね。で、どういった部分かっていうと、カスタム JRE をね、僕は毎回その作っていたわけなんですけれども、ちょっと待てよと。このね、カスタム JRE っていうのは、そんなに毎回作んないといけないもんなのかと。で、これね、この真ん中に書いてますよ。開発の初期ならまだしも、ある程度ね、開発が進んだ状況では、どんどん新しいモジュールが追加されたりだとか、新しいね、ライブラリが追加されるっていうのも、あんまりないかなと思うんですね。まあもちろんある場合もあるんですけれども、でも、バグフィックスとかをやる上においては、そんな新しいモジュールが追加されるわけではないと。で、その場合にもですね、都度都度カスタムを JRE を作るのはビルド時間ももったいないし、作れば作るほどコンテナのローカルのビルドキャッシュとかは増えていったりだとかするわけなので、分かったと。じゃあ、これはね、カスタム JRE っていうのは毎回作らなくても依存関係に変化があった場合だけ作ればいいんじゃないかなっていうふうに考えたわけなんですね。で、もちろん初回実行時には、これがですね、実際に JDEPS コマンドを実行した際に書き出されるこれはファイルなんですけれども、こんだけスプリングブートではディペンデンシーが必要ですよというのがあるんですけれども、じゃあ2回目を実行したらフライトレコーダーを追加しておきたいっていう場合には、ここで依存関係に変わりますよね。そうすると、ここではもう一回作った方がいいわけなんですよ。だけど、3回目、4回目をやっていく上において、ここに依存関係に変化がないんだったら、毎回そのね、カスタム JRE を作るっていうのはもう無駄なわけなんですよ。もう同じものを、ここで作ったものを使い回しをすればいいわけなんですね。で、そのために私が何を作ったかっていうと、JDEPS の実行結果っていうものを残しておいて、まあ、今回は簡単にローカル上で保存をしてチェックをしてるんですけれども、まあ、必要に応じてバージョン管理ツールとかで置いていただいてもいいかと思います。で、こちらを取ってきてですね、今回動かした JDEPS のコマンドと以前の JDEPS コマンドを diff で比較をして、もしも違いがあるんだったらば、その時にコンテナのイメージを作りましょうと。で、その際にコンテナのイメージを更新をしたら、本番環境用のベースのイメージっていうものも変えないといけないので、その際にそっち側も変えるみたいなことをやったわけなんですね。で、これによってですね、カスタムの JRE っていうのを毎回作らなくても良くなるという形になってます。で、じゃあ、ローカルテストの3の、1でいきましょうか、まずは。で、これで今、ローカルで JDEPS コマンドを叩きましたと。で、一番最初にこれ作成しているんですけれども、ここでですね、一回コンテナのレジストリに対してプッシュを行いましたと。この今終わった部分というのがカスタムの JRE の部分です。これ最初だったんで作らないといけないということで、今やっている部分っていうのが自分の本番用のイメージの方になります。で、こうしてですね、コンテナレジストリの方にプッシュをしているわけなんですけれども、じゃあ、今、先ほどですね、作った JDEPS コマンドの方の出力結果の方を確認してみたいと思います。そうするとですね、このような内容が書かれています。ですんで、次にですね、何をするかと言いますと、今度、更新をしてみたいと思います。更新をするんですけれども、ソースコードにはもう若干の変更しか加えていなくって、モジュールに対する依存関係の変化はございません。ですので、先ほど作ったカスタムの JRE を再利用してですね、コンテナを作成するというような形になります。はい。こちらをご覧いただくようにですね、もうビルド時間が先ほどに比べて圧倒的に短くなったことがお分かりいただけるかと思います。で、一方で、じゃあ、依存関係にですね、変更が加わった際にはどういうふうな動きになるかと言いますと、例テストの中でですね、例えば今回、あえてですね、フライトレコーダーの部分を今度削除してみたいと思います。そうすると、
diff にですね、変更が加わりますので、新しくですね、カスタム JRE を作ってくれるかと思います。LT4 の3という番号で今度実行してみたいと思います。そうするとですね、今、先ほど、diff に変化があるかと思います。ですので、もう一度カスタムの JRE を作ってくれるようになるかと思います。ほら、今ご覧ください。JLink コマンドの方を実行しています。これ今回、5秒とちょっと短い時間でできましたけれども、こういった形でもう一回カスタムの JRE を作っていることがお分かりいただけるかと思います。これによってですね、毎回カスタムビルドの JRE を作るのではなくって、本当に変更が加わった時のみ作っていただくことで、どういったメリットがあるかと言いますと、ビルド時間も高速になりますし、このカスタムの JRE を作る際にですね、カスタムの JRE もやはりこういった520メガぐらいのファイルが今出来上がっているわけなんですね。今、バージョン3というタグで今作られていますので、これが最新のカスタムの JRE です。これ毎回この529メガのものを作ると、やっぱディスクもですね、してくるかと思いますので、こういった形でですね、毎回作るっていう形じゃなくて、必要に応じて作るっていう風な形にした方が運用管理においていいんではないかなというふうに思っております。でですね、追加でですね、私はですね、こちら、あんまり世の中に情報出てないんですけれども、起動時間を高速する際に、高速化したい際に、Dynamics CDS、クラスデータシェアリングとかを使うといいですよというのがいろいろ情報が出ておりますけれども、こちらもですね、コンテナのビルド時にですね、作れるようにいたしました。こちらはですね、実際にこちらをご覧いただきたいんですけれども、ここのね、実際コンテーナーのビルド時にね、これを作ることっていうのは結構私ね、悩んだんですよ。これどうやったらコンテナのビルド時に Dynamics CDS できるのかなって。なぜならば、Dynamics CDS を作るために一回スプリングブートのアプリケーションを起動しないといけないんですよね。で、どうやって起動すればいいのかっていうのをいろいろ悩んだんですけれども、これね、run でタイムアウトのコマンドを使って、今回5秒を指定しますけれども、これでですね、Java を起動しております。これね、ぜひご活用いただけるといいかなと思います。で、最後になんですけれども、今日はいろんなお話をさせていただきましたけれども、ぜひですね、Microsoft Build OpenJDK に関してですね、フィードバックをお寄せください。いろいろですね、我々も今後改善していきたいと思っております。で、実際にねですね、私も一つプルリクエストをこれを今送っているんですね。で、どういうプルリクエストを送ってるのかっていうと、先ほどちょっとご紹介いたしましたけれども、そのノンルートのユーザーで動かそうと思うと、毎回ああいったマルチステージビルドで書いていただかないといけなくって、それがね、結構もう皆さんにとって、めんどくさいことなんじゃないのかなと思って、デフォルトでですね、ルートユーザーで動かすんではなくて、ノンルートユーザーで動かすようなイメージを作った方がいいんじゃないかなと思いまして、で、そういったプルリクエストを送ってます。で、こちらにつきましてはですね、まだ全然マージされていなくてですね、PM の人とも話をしたんですけれども、ルートで動かしたいっていう人もいれば、ノンルートで動かしたい人っていうのもいると。でも基本的にはやっぱりベストプラクティスとしてノンルートで動かした方がいいので、そっちの方がおすすめなんですけれども、でもこの部分に関して実際の利用者の意見をちょっと聞いてみたいということでですね、日本のお客さんのフィードバックとかっていかがみたいなことを言われているんですけれども、ちょっとまだ情報が私の方にね、まだ入っていないんで、もしもですね、皆さんがああいった私が書いていたマルチステージビルドで毎回 Java のユーザーとかっていうのを追加するのがもう面倒だという場合には、こちらにですね、いいねボタンでもいいので押していただけると嬉しいなと思います。もちろんそれ以外にもいろいろフィードバックあるかと思いますので、ぜひですね、そうしたいろんなフィードバックをお寄せいただけると嬉しいなと思います。今日はですね、本当にもういろんなお話をさせていただいたんですけれども、ぜひですね、Microsoft Build OpenJDK をご活用いただいてですね、Azure 環境でですね、Java のサービスを提供していただけると嬉しいなというふうに思っております。今日はですね、お忙しい中、皆様どうもありがとうございました。